はい、今韓国に来てます。そしてね、この黒縁メガネ知る人ぞ知る、ハイドバフィーさん。こんにちは。で今回はこの一番美味しいプデチゲのところにそうです。連れてきてもらった。全一の韓国で一番うまいプデチゲです。これだってもうメニュー見ても韓国語しか書いてないから、もう一切我々にこびる気なしの地元の人向けの。そうなんです。何が違うんですか？とにかくソーセージの量が半端じゃない。すごい具だくさんで、あと最初から薄くないです。最初薄かったりするんですけど、ああ、なるほどね。煮詰まっていく前からそうなんです。美味しいと。今からもう美味しい。じゃあ早速、さあ今こちらのインスタント麺を投入しました。プデチゲといえばね、このインスタント麺じゃないとダメなんですよ。そうです。それは鉄板です。これは鉄板です。さあこの人ね、こう見えても韓国の人なんですよ。昔はね、韓流玉山鉄なんて言われて自称してましたよね。自称玉鉄。自称玉鉄。こんなにネットが発達すると分かってなくて、すごい名前恥ずかしい言ってたら。じゃあクッパさんどうなの？ここ初めてでしょ？ここ初めてです。ちょっと一口ですね。だからハイドさんが全員知ったって何回もおっしゃって。全員です。ここね、ハイドさんの割と地元というか家の近くなんですよ。確かにうまいね。これうまいです。辛さはどうですか？全然辛くないです。あ、辛くないんだ。プデチゲってあんま辛くないな。それが全然入ってる。どうですか？いや、これ全員ですからね。うまい。だから日本人向きじゃないですか。もう辛くないし。いや、ちょっと辛い。ちょっと辛い。うまい。うまいよ、これ。うまいです。麺も一緒に。これもこれは確かに味の系統は同じだけどうまいわ。ちょっと違うよ。プデチゲの中でも。さあ、クッパさんに連れられて謎のカフェやってまいりました。これはどういうとこなんですか？コンカフェって言って。コンカフェ？豆です。コンセプトカフェってこと？いやいや、豆カフェ？豆カフェ。名前がだからコーヒーも豆だから。なるほどなるほど。あ、すごい。海沿いだ。もうね11時近いんだけど。すごい。2時までです。2時までやってる。おしゃれ。お、いいじゃん。雰囲気あるじゃん。お客さん結構います。なんかいい匂いする。はい、じゃあこちらコンカフェのヘーゼルナッツオレンジラテ。そう。ヘヘーゼルナッツオレンジラテと、これがですね、韓国クロップルって言ってワッフルの生地をクロワッサン作ったワッフルです。クロワッサンの生地でワッフルを作る。これ見た目はねワッフルにしか見えないけど、クロワッサンは俺も本場で食べてきたばっかりだからね。フランスで。そうすぐわかると思います。じゃあ行ってみましょう。これはピーナッツラテ。あ、ピーナッツラテ。これもウドっていう島があるんだけど、そこのピーナッツが有名で、この近く。だからダイゴナラテとかちょっと流行ってんじゃないですか。韓国今それがもうなんだろう、流行りが終わって今最近はこれやばいな。ピーナッツやばい。あなた苦手なもの多いけどピーナッツラテ大丈夫ピーなの？ナッツラテ名前間違ってる。
漢方薬だっていや、漢方薬までは言わない。一応苦いんだけど、そこまでは言う。いや、漢方や。いやいや、漢方じゃないっすよ、もう。気になる漢方は人だっていいやつや全然違うけどね。薬です。いや、ちょっと苦いのはあるんだけど、わかるっしょ。いや、ちょっと苦いっていう。ただ、もう美味しい。美味しい。いや、中にちゃんとピーナッツ入ってるから。じゃあヘーゼルナッツいただきたいと思います。でっかいよ。ちゃんと混ぜて飲んでくださいって言われましたから。なるほど。飲んで、混ぜて。まだみかんの味がすごっ。ヘーゼルナッツって俺全然味わかんないわ。でもみかんのラテ、美味しいございます。で一回味をリセットして、これの結構いいんじゃないですカカオとエスプレッソショット2倍の激甘コーヒーです。いいですね。これココアだ。激甘とクロックルアイスのうまいな。これマジおすすめだから。これクロワッサンだ。これ日本にはないな。フランスにもないね。これじゃあ1号店ちょっと出させてよ。クロックル専門店。ハイドさんの力で。申し訳ないですけど、多分あるはず。どっかにあるかも。はい、今度はクッパさんのよく知るエリアのこちらのお店に、来てみました。なんでもですね、韓国の韓定食のお店。こんな感じでございます。こんなのにご飯がなんかいつも銀のさ、はいはい、そうそう来るイメージだけど、こういうお釜で炊く。しかもちょっと豆も入ってるっていうね。高級な店はこういう形でね、これはチョングクチャンって言える韓国の納豆みたいな音を入れて作った味噌です。だから韓国人も結構これ癖があって、苦手な人は苦手なんだ。好きな人とちょっと嫌いな人結構割と分かれるっていうか、そういう感じなんで。これは韓国式の生姜焼きみたいな感じ、だけどちょっと辛い。豚肉です。米取ってください。これでこうやった後にここはもうのけます。ここにちょっとお湯を入れて、これ蓋を半分ぐらいこう入れて閉めときます。半分ぐらいちょっと。初めてだな、こんなの。韓国。プルコギじゃないんだね。生姜焼きなんだね。生姜焼きみたいな。ジェユって言うんですけど、辛いので、もう韓国生姜焼きみたいな。うまいじゃん。ちょっと辛い。これご飯進みますね。お茶漬けが出来上がっております。これにこの石餅の煮干しを合わせてね、いってみたいと思います。石餅お茶漬けいただきます。うまいっす。そうなの。
暑いんじゃない？暑い、ちょっと暑いから。気持ちのしょっぱさとこのね米のお米の部分がよくマッチしてね、美味しいです。おすすめのカフェにしております。これはタピオカなんだろうね、タピオカコーヒーチョコ。크림을 갖다 손에다가 묻히고요. 슈가 파우더. 슈가 파우더로 흔들거리고 해주고요. 근데甘さ控えめで。からの順番通り偉い人が左からずーっとこうね立ってここから王様が出てくる。王様が出ますよ。出てきておはようございますみたいな感じで話してなんか報告をするっていう。ハンボック着てる人多いね。そう。これ着てるとタダで入れるらしい。多分はい、あいにくの天気なのですが、こちら、旧大統領官邸にですね、連れてきてもらっております。で、こちらね、登録した人のみが入れるというですね、場所なんですが、チョンワデー、青河原台と呼ばれる、一人前の大統領までが、こちらで仕事を行っていたと。ただ今の大統領になって、別の場所でやることになったので、こちらが今一般の人に、公開されているというところを早速見ていきたいと思います。素晴らしいね。青い瓦だからね。はいはいはい。上本当に。韓国版ホワイトハウスっていうことですね。ブルーハウス。ブルーハウスですか、だから。で、こちらで発表したりとか、ここで演説するんだね。そうですよ。ここでタイトルになると、ここにタイトルが立って、僕タイトルになりましたっていう。松の木が多いね。そうですよね。前すごかったですよ。かっこいい。これでもなんか新しい建物なんだな。すごい歴史を感じるな。すごい。すごいね。そう、クッパさんも初めてらしいから。俺も初めて。だから最近ちょっと一般公開ああ、そうか。2年前まで来る機会がなかったっていう。へえ。ああ、でもなんか綺麗。いいね。俺もちょっとテンション上がってきたわ。書道。はいはいはい、わかるよ。国民大韓の親日、何これ、なんて書いてあるの？これはどういう？いや、誰が書いたのかわからないんですけど、一応ここで大韓民国だから韓国を守るっていう。大韓民国って書いてあるんだ。国民大韓民国。
テーハミングっていうやつなんですね。歴代の大統領です。これ初代？初代。何年から何年まで。あそこら辺からは見覚えが。あ、そうだ、女性大統領。パクさんだ。で、ユンさん。いや、ムンさん。ムンさん。ユンさんはないっすね。これは前の大統領。前の大統領か。ここでこれ政策決定部屋か。おお。すげえ。ここで会議してるんだ。ちょっとあそこ座りたいけど立ち入り禁止なんでね。じゃあ。こちらはファーストレディーの大統領夫人の部屋だね。だからこういうところで暮らしてたんだね。優雅な暮らしですな。もう日本も同じ文化じゃないこれ。ね、屏風。これはでも確かに日本の屏風っぽいっちゃっぽいけど、なんかカラフルな気がするの、もうちょっと。そうだね。青と赤。あ、こっちは入れない。ここで仕事する。レセプションルームでございます。レセプションっていうのはこれで予約をするってこと？ここですいません、ここで接客っていうか、だからお客さん来るじゃん。ここで会って話すっていう感じじゃない？ここでも日本の歴代首相とか来てるんだろう。そう。だから注意深くニュース見てれば、あ、これあの部屋だったんだなっていうのは。ここ多分マスコミとかにすごいそうだよね。出てる部屋だから。おお。このさ、国旗はさ、韓国の国旗はわかるけど、これはチョンワデの、ここの、なんか、賞状。この場所なんだ。なるほど。で、美味しいの見てください、こっち。あ、すごい。立体。これ、触っちゃダメよ。あ、これ、チェズ島じゃないですか？チェジュです。孫さんが大活躍した。孫ネモ時々で、勝たせていただきました。そうですよ。で、上は、そうか、これ北朝鮮の方も、ちゃんと再現されてるんだ。山勝ちなんだな。屋台で。前回のワールドサイバーゲームズでは、クッパさんおすすめの、ベビーカステラは、不発だったんで、今回はどうなる？こちらね、チーズパン、屋台で手に入れたたい焼きとチーズパン、早速ね、行ってみましょう。どうすか？俺の、みんな、評判良かったっす。いいじゃないですか。前回ちょっとワールドサイバーゲームズでは、アメリカの通訳の人に一歩出し抜かれましたが、美味しいじゃん。俺は負ける気ないっす。中にクリームといろいろ入ってます。あ、卵入ってる。おいしい。ミニたい焼きです。たい焼きだ。さっきの卵パンの甘さにちょっと負けてます。
これ本物の人間だよな。すごい守ってるんだ。これはこれ今回の激辛王のちゃんぽんです。お題ですか。辛い。いや、多分、干物中ぐらいかな。あ、結構辛いね。うん。これはペロリといかないと G1 には勝てないからな。これが、ジャジャー麺。韓国のジャジャー麺でジャジャー麺、これ、でも上に美味しい。ソースがスパイシーっぽいあそう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 ソースがかかってるのに普普通かかってないよね。かかってないです。そうだよね。だから、ここだけの、なんかソースらしいっす。はい、韓国のオフライン対戦場に来ました。で、いつもね、のりさん、兄のりさんのところでお邪魔してるんですが、今回ね、前回行ったところがお引っ越しを、されたみたいで、ちょっとおしゃれな場所になりました。こちらでね、オフライン対戦の方を、終電を続けたいと思います。メンツはね、かなりやばいメンツが、揃っております。まあ、おなじみのメンツですよね。のりさん、いつもありがとうございます。こちらは、ユンザベス。こちら、ドンベヒョン。ドンベヒョン今ね、8連敗してるみたいなんで、今ちょっと喋れる状態じゃないですよ。약간 지금 정신이 나와버렸네. 아래 중권이 여기라고 나이가 되었으면 아래 중권으로 걸어다닐 때はい。 아래에서 근데 깔리면 0이 나와? 진속이 3이 나와? こちら、現在今ね、アンペラーがなぜか中国に行っているということで、 계속 가는데 今はいないんです 아래 が、 중권 깔아버리면 문제가 エネル、 이득도 잘 안 堀 나오는데 です。 이게 거리가 そして、こちらね、 사고 나와. 여기까지 나오네. 大活躍だったレシャーさ 아래 ん。 중권이 플러스 1이니까 多分ね、 마이가 前の話してると思う。 생겼을 때 まあ、こうやってね、みんなで集まる機会っていうのはそんなにないと思うんで、なんかありがたいですよね、のりさん。本当にありがとうございます。 깔고 얘도 잡기 약간 힘 빠지는 はい、今かなり議論白熱しておりますが、 레어 캐릭터들을 どういうこと言ってますか。県は3先の時は多分ベスト8までは上がることは 강하죠. 大丈夫だけど、多分3先になると難しい。その後はちょっと難しい。 2先だといけると。こいつは後期結構強いんじゃないかなっていう流れで。 나이가 잡기 어려워서 그다음 다른 애들 비교해서 それに対して NL は何つってんの。いやいや、そんなことないよって。いやそんなこと合気は合気で体力しかないから。 수준이 기준은 아니니까 いや、前のしゃがみ中 P はあんまり長くない。で、短期対前の組み合わせを話している。れっきとした前使いだもん。 근데 야스민과 막히면 이제 마이크 사람이 다 あいつら全員もう自分のキャラ弱いっていう、もうあれ、ちょっとアピールすごくないかね。みんな政治大切なんだな。 근데 いやー、でもやっぱ剣、 이제 그거 노리다가 이제 제가 한 거지 팬분들이 저태랑 ここら辺の S キャラの中に入ると、 S キャラの中に入ると、ちょっと剣きつくなってきてるかもしれない。あ、NL に話してみようか。NL さん、カプコンカップお疲れ様でした。カプコンカップね。お疲れ様でした。 how to say lose Angry Bird. I feel everything I how to say collapse. 저 마음속에서 모든 게 무너졌다. 앵글버드 졌을 때. 앵글버드이 負けた瞬間に俺の心の中が全部壊れちゃって、全部終わったっていう感じだったんですけど、 근데 이제 그거 했잖아요. 네 명이서 하는 거. 그렇게 하고 나서 이제 끝나고 나서 제가 저는 몰랐는데 합독이 왜 이렇게 웃고 다니냐고
なんかさ、EWC の予選を買った後に、自分は気づかなかったんですけど、ホットドッグが来て、なんでニコニコ笑って歩いてるのっていう。 Always smile. そうなんだ、そうなんだよね。그 새벽에 그 경기 새벽에 EWC 발표 난 거예요. 아, EWC? 그래서 이거 막 그때 막 전전긍긍했다고. ああ、カッの初日にちょっと優勝は厳しいなと思ったんですけど、途中にだから EWC の発表あって、ちょっと思いましたね。そこでちょっと。だからそう、途中の目標ができたから、最初はベスト16で、いや、16までは行けば、まあ満足っていう感じだったんですけど、EWC のあれが発表されて、ベスト8には絶対進出したいっていう気持ちが、プレッシャーがすごかった。間違いないです。ファルコンも喜んでると思います。 팔콘 기획 매니저분들 그거 듣자마자 다 갑자기 축하하고. それ聞いた瞬間に、パルコンのマネージャーさんたちからすごいメッセージ来た。頑張って頑張って。コングラチュレーションってなるほどおめでとうって。まあ今年も EWC 頑張りましょう。ファイティング。あなたも EWC 頑張りましょう。私も頑張っていきます。 여유. 개콘컵 날 굉장히 여유 있었다고. カッコンカップの日に結構余裕あったらしい。わかんないんだけど。1勝ったら予選を抜ける、まあ、エネルさんも同じだったから、やっぱフトさんには本当に勝ちたかったです。それとやっぱフトさんが一番強いだと思って、僕の中では。フード優勝候補だったよね。はい、それでフトさんに勝ったら僕が優勝するかなと思ったら、まあもっと成長します。そうなんです。かけるくんに負けた後も、もう一回やったらいけると思いますって言って、ブラジルブラジルに若い子には、まあ、強かったよな、あいつ。強かったよ。これからも頑張っていきましょう。我々 EWC 頑張ります。 EWC 俺も予選通過してるんでね、今年こそ、トップ8に残ってチームに貢献したいと思います。それでは、ありがとうございます。さあ、練習会の後はもちろん食事でございます。本当はですね、韓国最強の激辛店に行く予定だったんですが、なんとですね、激辛店惜しくも営業時間外ということで、こちらでまた、次回激辛編をやっていきたいと思います。それでは来たかと思った。美味しいです。これ牛なんだ。韓国というのはサムギョプサルのイメージがありますが、牛もありますね。これは名前はウンサムギョプです。ウンは牛。いただいてみます。牛です。これをソースにつけてサンチュで巻いてみましょうか。 I heard American sing breast. Drumstick. Yeah, drumstick. That's good. Yeah. That's what we call combo. うまい。うまい。うまい。いいね。ソースが I don't know why. Yes, いい感じだね。甘辛で。 say Cosmo and any other. お腹いっぱい食べさせていただきます。はい、今回は帰りは電車で、行くことになりました。こちらソウル駅からですね、こちらこのソウル駅からといってこちらのインチョンまでだいたいですね1時間ぐらいかけて電車各駅で今回行きたいと思います。